しんちゃおどうも覆面トレーナーイサムです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日も質問にお答えする動画を撮っていこうと思います。で、今日いただいている質問というのがですね、イサムさんは普段からマスクをつけていますが、マスクをつけてトレーニングするコツを教えてください。苦しいですという質問になります。ありがとうございます。ですね、僕は完全貸し切りプライベートジムアクションスタイルというものを運営してるんですけれども、ここ西新宿のスタジオと練馬の方にスタジオがあります。あとは出張でご自宅に行ったりとか、レンタルスタジオでやったりしているんですけれども、全員トレーナーはこういう格好の、覆面トレーナーという形で、やらせていただいています。で、アクションスタイルが今ちょうど2周年で2年前からスタートしたんですけど、マスクをつけて僕がアクションしたりとかトレーニングしたりするようになったのはその2年前からなんですよね。なのでその前から、マスクをつけてトレーニングをする勉強をしてきたわけではないので、今回お伝えできるのは僕が2年前にこの格好で始めて、そこからマスクをつけて、やってきた経験談となりますので、そちらだけご了承いただければと思います。で、基本的にはですね、僕もその前に、酸素が薄い場所でトレーニングをするっていうのはやったことあるんですけれども、基本的に、トレーニングをね始めたての方がこのチャンネル見てくださってると思うので、そういった方にマスクをつけてトレーニングをするメリットっていうのはあんまりないかなと僕は思っています。なのでやっぱりしょうがなくこの、今の現状マスクをつけてやるしかないからつけるものだと思ってます。で、マスクをつけてですね、トレーニングをするコツなんですけれども、基本的に僕のレッスンっていうのはここの今後ろに流れてるんですけど、この YouTube チャンネルの過去動画に、僕のレッスン動画がね載ってるんで、よかったら見てほしいなと思うんですけれども、僕も一緒になってレッスンで結構動くんですよね。その時に、実際レッスンの時はねこれ外してたりもするんですけれども、今はもうずっとねもちろんマスクをつけてやるので、レッスン中に僕も一緒に動くとやっぱりマスクをつけてるので、すごい苦しくなりました。最初の方ですね、1年間ぐらいは苦しかったかな。特にもう今は声あんま出してないですけど、もともとレッスンで僕すごい声出してガンガン行くので、なんだろうな、声を出すことにも、力を注ぐし、自分も大きく一緒に動いてあげることで、お客様がやりやすくなるって思ってるんでね、僕も結構動くのですごくこう苦しいなっていう時期があったんですけど、ぶっちゃけ今は前ほど苦しくないんですよね。それはやっぱり慣れたんだと思います。マスクをつけて動くことに慣れたんだと思います。なので、皆さんも必ず今は苦しくても慣れることは訪れると思います。はい。で、コツっていうのを考えてみたんですけど、正直コツってなんだろうなと思った時に、1個は、呼吸の仕方かなと思いました。呼吸の仕方、それからあとは休憩の仕方、この2点かなと思います。で、マスクをつけると何が嫌かって、一つは汗でここにぴったりくっついてきて、なんかこう気持ち悪いんですよね、密着してる感じでっていうのが一つ。それからやっぱり呼吸がしづらい、特に速い呼吸になった時にこの部分がやっぱり吸い付いてくるのですごい呼吸がしづらいんですよ。これが不便な点だと思います。で、この2点をやっぱり解消することっていうのを僕はやってきたんでね、それをお伝えしようと思うんですけど、まず1個、呼吸に関してです。よく、例えばですけどマシントレーニングみたいな感じで回数を少なくねやる種目であれば、そんなに呼吸って乱れないじゃないですか。なので、それに関してはあんまり支障ないかなと思うんですけれども、例えばサーキットトレーニングとか、ヒートトレーニングとか、全身を使っていく運動、それから長い時間やる運動、この時に不便さっていうのが際立ちますね。で、よく長距離走ってすごい疲れた時に、呼吸がちっちゃく速くなるってなりがちな時に、大きく吸って大きく吐こうって言われたことあるんじゃないかなと思うんですけど、これ僕すごい大事だなと思っていて、このマスクの吸い付きを抑えるのにこの呼吸はすごく役立ちます。
大きく吸ってゆっくり吐くっていう呼吸ができると、マスクが吸い付きづらくなります。なのでこれは一つのコツかなと思います。なので呼吸が荒くなった時にそれを思い出して大きく吸ってっていう風なことを心がけてみてください。それだけで、もちろん不便さはあるんですけど、やりにくさは減ると思います。これが1点目の吸い付きですね。それから必ず休憩時間っていうのはすごく重要で、休憩時間に必ず僕は舌を開けます。舌開けるだけで本当にたくさんの酸素が吸えるので、呼吸タイムの時は必ずこういう風にして呼吸を整えるようにしています。そしてその時にタオルを持ってこの中を拭く、これを毎回、するようにしています。これだけで不便さっていうか、苦しさ、不便さは減るんじゃないかなと思いますので、ぜひ試してみてください。ただこれだけは言えるのは、絶対慣れてくるっていうことです。その苦しいって今思っているものが、ずっと続くことは多分なくて、だんだん対策法だったりとか今みたいなことを試してもらえれば、どんどんねこの状態でもトレーニングをすることには慣れていくと思うので、それはそれで別に、デメリットではないじゃないですか。マスクをつけてトレーニングをすることに慣れることがデメリットではないと思うので、今ねこういう環境ですけど、やっぱトレーニングをマスクしなきゃいけないからってやめるよりは、だんだん慣れていくことがいいと思います。それから大事なことでもう1点あって、僕らのレッスンは結構こう全力で追い込んだりするんですけど、そうするとやっぱお客様がどんどん動けるようになります。そうすると、自分の全開の力をね出せるようになっていくんですけど、じゃあそこでねいきなりマスクをつけてやった時にもやっぱり、テンショントレーニング中って上がるから、自分の全力でやろうって思ってくれるからこそ全力でやってくれるんですけど、マスクをつけてやった時に意外とねやってる最中は大丈夫でも、終わった後に酸欠になっちゃったりとか、めちゃめちゃ苦しいってことに気づくんですよね。なのでもしこれからマスクをつけてやるとかっていう方は、一度、強度をですね落としてスタートすることをお勧めします。いきなりマスクをつけてやってねテンション下がっちゃって続かないよりは、まずはマスクをつけて軽いものから、1日ずつやってってね、どんどん慣れていくから、慣れていったら強度を上げていくっていうことをお勧めしたいなと思います。はい、例えば、時間を一発の時間を短くする、30秒間のトレーニングをやっている、それをこうねサーキットみたいな感じで30秒やって10秒休んで30秒やってってやってるんだったら、それを1回20秒にしてマスクをつけてやってみるとか、あとはなんだろうな、ちょっと例えば 100m 走ガッて走るときに 100% の力で 100m 走を走るのと7割8割の力で走ろうって思って走るので、ゴールした時のねきつさっていうのが全然違うと思うんですよね。そんな感じで、よし今日のトレーニングは 7,8 割の力でやってみようって自分を一回律してトレーニングをしてみる。マスクをつけてね、でどうかまだいけそうだなと思ったら次の日は上げてみるっていう感じで徐々にやっていくのがいいんじゃないかなと思います。はいっていうところかな。こんな感じで大丈夫でしょうか。マスクをつけてトレーニングをするコツっていうのを僕の経験をもとにお話をさせていただきました。そうですね、まだねこのマスクをつけてやる状況っていうのが続いていくと思います。なので、もちろんねいいマスクっていうのもなんか出てきたりするじゃないですか。スポーツメーカーが出しているマスクとかね、それ僕試したことがないので、それはそれでいいと思うんですけれども、必ず今のマスクでやらなきゃいけないとしても慣れていくことに間違いはないと思うので、ぜひね諦めずに、自分が続けられるぐらいの負荷でね、自分が続けられるぐらいの苦しさでまずはスタートしてみてください。はいというところかな。はい以上となります。ご質問ありがとうございました。今その先ほど申し上げた完全貸し切りプライベートジムアクションスタイルは2周年キャンペーンを8月31まで行ってます。本当に YouTube を見てねお申し込みくださって実際に体験レッスン来てくれて、でレッスンをすることになったっていう方もいらっしゃるので、ぜひねこの YouTube 見てくれた方は、今無料キャンペーン、それから 1回でも受けてくださったことがある方は、
半額キャンペーンっていうのもやっているので、ぜひお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ方法としては電話、メール、LINE っていうのがあるので、概要欄に貼ってあるんでね、ぜひホームページを見ていただいてお申し込みいただければと思います。はい、という感じかな。はい、ということで、今日も、質問にお答えする動画を撮らせていただきました。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。新しいトレーニング法、アクションクロストレーニング。楽しくなければ意味がない。楽しく体を動かそう。あなたの参加を待ってます。パーソナルトレーニングジム、アクションスタイル。